思いますね。それでは、はい、どうぞ。はじめまして、UNFPA ウクライナ事務所の本田綾里と申します。私の隣にいるのがウクライナ事務所から一緒に日本に来たウクライナ人スタッフのアナスタシアです。皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。早速なんですけれども、私たちのウクライナ事務所の活動と、そこで私たちが何をしているかということと、普段私たちが見て聞いているものをご紹介したいと思います。スライドをよろしくお願いします。ありがとうございます。私たちの自己紹介から始めさせていただきます。まず私なんですけれども、本田綾里と申します。私は医療系のチームでプログラムマネジメントオフィサーとして仕事をしておりまして、1年前からウクライナにわたって活動をして10年家で働くきっかけなんですけれども、もともと私は女性ジェンダーという分野に関心がありまして、そのような仕事をしてたんですけれども、ウクライナの戦争が起きているときにも、ぜひ、こうした難しい状況の中にいる女性たちのために仕事ができたらなと思い、初め、運よく受かったというところで、ウクライナに行きました。次はちょっと簡単な自己紹介なんですけれども、私の何くらいのです。Good afternoon, everyone. Thank you very much for having us today and for joining for this presentation. My name is Anastasia. I'm heading the external relations at the UNFPA Ukraine Country Office, and I'm responsible for securing resources and ensuring that we have this partnership built and resources secured to provide life-saving assistance to women and girls in Ukraine. I've been born and raised in Ukraine, in Kiev, the capital of Ukraine, and I've been working for UNFPA for over 5 years now, so even before full-scale invasion. I must say that the work for UNFPA is both challenging at these times, but also very rewarding. When you see the people, when you see women and girls who are supported thanks to the efforts of UNFPA team on the ground. Thank you. はい、アナスタシアなんですけれども、ウクライナ事務所でもう5年以上勤めておりまして、障害チームの今はリーダーとして仕事をしています。日々の業務の中で、もちろんこの戦争という状況下もあって、状況としては非常にチャレンジングなんですけれども、一方で女性たち、支援をしている女性たちと話をしたときに、UNFPA の活動がどのように彼女たちに貢献しているかを見るたびにすごくやりがいを感じるというふうに話しています。はい、以上です。よろしくお願いします。次のスライドお願いします。はい、ウクライナの状況なんですけれども、簡単にご説明します。ウクライナの戦争が始まって以来、すみません。スライドが続きなんですけれども、ウクライナに状況としましては、国内外で避難をしている人たちが急増しています。国内でもより前線に近い危険なエリアから、キーウ市内のような比較的安全と言える地域に
逃げてきた人たちがたくさんいます。国外に逃げた人もたくさんいます。その他、私たちが支援をしている、周産期センターと呼ばれる妊産婦さんたちを集中してケアをする医療施設なども含めた医療施設がかなり攻撃を受けておりまして、たくさんの人たちが必要な医療を迅速に受けないといったような状況が続いています。冬が今近づいているんですけれども、ウクライナの冬は非常に厳しい冬となります。寒くてマイナス20度前後まで気温が落ちる中で、その中でも電力施設が集中的に攻撃されたりもしますので、電気、水道、ガスといった基本的なインフラが届かない状況も起きています。次のスライドお願いします。ちょっとマップが見づらいと非常に申し訳ないんですけれども、真ん中の赤いポイントがキーウで、私とアナスタシアが普段仕事をしているオフィスがここにあります。でこのマップの中でも、私はいくつか出張として言っているんですけれども、そこからの話もこのスライドの中で紹介させていただきたいと思います。では、ちょっと具体的な活動を紹介したいと思うんですけども、次のスライドお願いします。はい、スライドすみません。活動に入る前に、ちょっと今日よく使う言葉のご説明をさせていただきたいと思います。私たちSRH チーム、GUD チームと分けて振っているんですけれども、ご説明をさせてください。SRH、セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス、性と生殖に関する健康と日本語で訳しているんですけれども、これはどういうことかと言いますと、望まない妊娠をなくし、出産が安全に行われ、すべての若者が HIV の脅威にさらされることなく生活をし、すべての女性と少女が尊重され、尊厳のある人生を送ることができるようにすることを目標に SRH チームは活動をしています。人体に基づく暴力という言葉なんですけれども、言葉の意味を説明させていただきますと、女性らしさや男性らしさといった社会、文化的に構築された性役割や性規範のことをジェンダーと言っているんですけれども、を背景にして振るわれる暴力を指すと訳しています。ちょっと言葉の説明だったんですけれども、具体的な活動に入る前に説明させていただきました。次のスライドお願いします。私たち、今日のスライドでは、この、セクシャル・リプロダクティブ・ヘルスとジェンダー・ベースド・バイオレンスにフォーカスをしてご紹介させていただくんですけれども、他にも私たちは若者のリーダーシップや社会参加の促進ですとか、人口データ、それから、統計のシステムなどの、について、ウクライナ政府と一緒に仕事をしています。次のスライドお願いします。はい、私はこの SRH 性と生殖に関する健康のチームで仕事をしているんですけれども、何をしているかと言いますと、その戦争の中で、このスライドにあるような活動をしています。例えば、一番上にある移動式医療ユニットなんですけれども、ちょっと写真を見せながら説明をしたいので、次のスライドを映していただいてもよろしいでしょうか。はい、私たちこれウクライナ全土で約30台稼働しているんですけれども、どんなものかと言いますと、中に、この救急車の形の車の中に産婦人科系の医療器具を積んでいまして、戦争で、すみません、ウクライナの中でも特にリモートエリア、キーウですとか、キーウ外の特に前線に近いエリアなどを集中して、この車で産婦人科器具を乗せていってですね、病院にアクセスがしづらい女性たちに向けて、産婦人科系の検診ですとか、それだけではなくて、性感染症の検診や HIV の検診なども行っています。実際に私たち、侵攻が始まってから17万人以上の女性たちに診察を提供し、実際に乳がんですとか、子宮頸がんですとか、性感染症が実際にこの病院の中で、この車の中で発見されたケースも多々あります。次のスライドお願いします。はい、この移動式医療ユニットの中なんですけれども、このようになっていて、ちょっと写真が見づらいんですけれども、この中に産婦人科器具をついています。次のスライドお願いします。
はい、その他にも私たち妊産婦さんたちの支援に必要、妊産婦さんたちに必要な衛生用品などが詰められたキットなどの配布を行っているんですけれども、ウクライナ全土に配布をしています。このような支援を通じて、妊産婦さんたちの命、それから健康を守るために必要な医療を届けています。ありがとうございます。ちなみに、UNFPA ウクライナは日本政府からも支援を受けております。侵攻以降、2年以上支援をいただいておりまして、妊産婦さんたちの出産における、安全を守るために必要な医療物品を、日本政府の資金で購入しています。医療物品は何かというと、妊産婦さんたちがその侵攻が始まって、ストレスによって出産時の大量出血などのケースが増えているんですけれども、その大量出血を防ぐために必要な医療薬品ですとか、医療従事者の皆さんに使っていただく、衛生用品、ゴム手袋だったり、カテーテルなどを、購入して、ウクライナ全土に配布しています。次のスライドお願いします。はい、これなんですけれども、ウクライナの中では、産婦人科機器の中で日本製もよく使われています。すみません。産婦人科の器具の中に日本製もつながっているんですけれども、一例としてご紹介させていただきたいのが、このアトム社さんという日本の会社さんなんですけれども、保育器がウクライナ全土に使われていて、日本製は非常に性能が高いというところで、広く使用されています。あと今日は日本の皆さんへのスライド、プレゼンというところでぜひご紹介させていただきたいと思い、このスライドについて、ご紹介させていただきました。次のスライドお願いします。はい、ちょっとこれが私が、一番最近出張に行った時の写真なんですけれども、産婦人科、ウクライナの産婦人科に、視察に行った時の写真です。そうですね。この視察の、すみません、ちょっと緊張しています。ウクライナの状況は、皆さんによく伝えたいなと思っているんですけれども、今日はちょっと、どうしたら皆さんによく伝えられるかなということを考えて、ちょっと緊張をして、しまいました。この、出張からのストーリーを皆さんにお伝えしたいんですけれども、先にちょっとアナスタシアの方から、私たちのもう一つのプロジェクトであるジェンダーに基づく暴力の話をさせていただきたいと思います。I introduce about our GDP activities. 次のスライド。Yes, thank you, Yari. So, UNFPA has been working with the government of Ukraine for many years now to address the gender-based violence and gender-based violence against women and girls in Ukraine. Before the full-scale invasion, the issue of violence has been quite stigmatized for many years. But in our joint cooperation with the government of Ukraine at various national, local, municipal level, we've been able to reach quite significant results. We've been able to adopt legislation, a very strong legal framework. We've been able to create a number of services that provide assistance to vulnerable women and girls. With the full-scale invasion, the situation has shifted dramatically. Definitely, there are many more challenges that women and girls face now.
戦争の前後で、このジェンダーに基づく暴力に関する、ウクライナでの起きていることというのは、時差ボケと、昨日ウクライナから来た私がバトンタッチいたし、通常は非常に真面目で、いろんなことをよく知ってるんですよ。時差ボケと疲れは、やっぱりできるようにちょっと考えます。はい、ということで、OK。もう一回やりましょう。Okay, so you're explaining about your gender-based violence. Okay, じゃあちょっと、先ほどちょっとアナスタシアが言ってたのは、UNFPA 自体このジェンダーに基づく暴力っていうのは、一番大きなプログラムの一環として我々はやっております。それでですね、こちらちょっと見にくいんですが、スクリーンを見ていただいてますとですね、今最近やってるのはこの心理的社会的カウンセリング。これは何かと言いますと、エキスパートのお医者様ではなくって、コミュニティレベルで、その皆さんのその傷んだ心をですね、女性のサバイバーさんの方にカウンセリングをして、サービスを提供しましょうというようなカウンセリングをよくやっております。そしてですね、我々いろいろとちょっとお時間もありますので、飛ばして、失礼しますが、あと UNFPA のウクライナ事務所でですね、よく使われているのはこのディグニティキット、尊厳キットということです。これは何かと言いますと、バケツの中に、石鹸ですとか、あとは、シャンプーとか、衛生に必要なグッズをですね、コミュニティの人とお話をしながら相談して、キットの中に詰めて女性たちを支援しております。あともう一つですね、このホットラインっていうのはですね、我々UNFPA がパートナーさんと一緒にですね、NGO さんを通して、現地のですね、少女ですとか女性へのその暴力に合ったサバイバーさんとホットラインをこのカウンセリング形式で行ったりすることもあります。まだシェルターとかはいろいろと我々はUNFPA ウクライナ事務所をまだ世界でもやっておりますので、basically I just explained the floor. That's right. And then, so maybe we can. Yes. So yes, as was explained, we provide a number of static and online services, mobile solutions that allow us to reach women and girls across Ukraine, including in rural areas. And one of the significant projects and initiatives that UNFPA Ukraine is implemented is our psychosocial mobile teams. These are the teams that consist of psychologists, social workers. We have over 100 teams working in all regions of Ukraine. They are working both in the regions closer to the front line. They are able to reach those who might not be in a position to reach services otherwise. But also we work in central Ukraine, western part of Ukraine, because there are lots of internally displaced people who has moved there, lots of women who has lost their social connections, who might be more vulnerable because they were forced to flee their homes, they're not with their families. They quite often don't know where to receive assistance. So this is a way for us to reach those and ensure that no one is left behind. Next slide, please. Maybe I can stop there. Okay. ですね、ウクライナでは100チームほどで我々ウクライナの地方をですね、回ってサービスを提供しております。それでですね、大まかなチームはですね、ウクライナの前線で、本当にサービスが必要な、受益者の方たちをサポートして、で、我々は今すごく力を入れているのはモバイルクリニックと申しまして、やはり受益者の方たちがね、どうしてもその町のセンターに行ってサービスを受益できないと。
そうしますと、我々の方から行かなきゃいけないという、この手間ですね。これをかけながら、これはモバイルクリニックと申してますが、モバイルで我々がその必要なところに行くという努力、そしてまたそこでサービスを提供しております。それですね、このウクライナの中では、大体中央から西側の方のウクライナで活動を進めておりまして、で特にこの国内避難民ですよね。の方たちにいろいろな提供をしているんですが、やはり国内避難民だけあって、どこに行けばこのサービスをもらえるのかっていうことが大体わからない方たちが国内避難民の方ですので、そういう意味でもこのモバイルクリニックですか、我々はモバイルで移動してその人たちに行くという、そしてそこでサービスを提供するという努力を我々はしております。So moving on, another important aspect of prevention of violence is making sure that women can provide for themselves and their children. Because quite often, one of the main reasons why women can remain in abusive relationship is because they don't have any source of income, they're economically dependent on their partner, husband, and that's why we're also working in this specific area. ですね、また特に女性はですね、ここのスライドにも書いてありますように、職業訓練。これはもちろん皆さん、女性にとっては非常に重要なことでして、これは職業を通してエンパワーメント、女性の潜在能力を生かすというような我々活動をしております。ウクライナの女性は、世界もそうですけれども、恋愛関係に入っていって女性の立場が弱い。そうすることによって女性がですね、暴力にあったりすると、全てをなくしてしまうという非常に脆弱な立場にある女性を特に注目してですね、職業訓練を行っております。Another aspect that we see currently in Ukraine, because of many men are conscripted to military, there are lots of conscripted to military, there are lots of traditionally male-dominated professions that are now requiring skilled force, and we as UNFPA, working in partnership with Employment Service of Ukraine, with the businesses that are working in Ukraine, are trying to fill in this gap by providing these economic opportunities, skills development opportunities for women. So women can take these traditionally male roles and provide for themselves, for their families. そうですね。またウクライナではやっぱり戦争がありますので、男性は軍に行くということで女性が残されるという状況から、やはりこの職業訓練というのは非常に重要で、今までは通常はこの男性が担ってたその職業をですね、女性の方がやるというような形の、エンパワーメント的な活動もやっております。ここはやはり女性のエンパワーメントとですね、この健康とですね、あるいはジェンダーに基づく暴力、この関連性が非常に重要だと思います。なので、我々、我々の職業訓練を特大やっているところではないんですが、やはりこういった戦争で非常に複雑な課題、問題を抱えたときに、健康だけで女性の人生を治そうとか、じゃあ職業訓練だけでっていうのは難しくてですね、やはり総合的なアプローチを取らないといけないということに気がついてですね、こういうような職業訓練と健康とか、カウンセリングとかっていうふうに総合的なアプローチでやっております。So through this, I would like to share a story, a recent story of a woman I've met in Lviv. It's in the western part of Ukraine. This is one of the clients of UNFPA. And I think her story is really demonstrating what many other women are facing and how UNFPA can support them. So this is a woman. She is internally displaced person. She has to relocate from the eastern part of Ukraine, where she resided previously. And she moved to Lviv, to a safer location. She lost her job because of the relocation. Her family members, her brother and husband were conscripted to the military. And unfortunately, due to the stress that her husband has experienced, he has become violent against her.
So she was both like vulnerable economically and vulnerable because of the situation of domestic violence. She has approached one of our services, Women Girl Safe Spaces, and there we were able to provide her with psychological assistance, referred her later on when the state was, the psychological state was stabilized to economic development courses. And we see the change that this has such comprehensive assistance has brought to this woman. She has kind of been able to deal with the situation of domestic violence, but also be able to provide for herself and start rebuilding her life. Around 45. ですね。一つのストーリーとして、ご説明をしたいと思うんですが、ウクライナ難民の女性、45歳ぐらいの女性のストーリーなんですけれども、彼女はウクライナの東の方から、逃げてきまして、国内難民となり、そこで、要するに、ですね、仕事を、なくして、失業し、そして、旦那さんが、軍にいて、非常に典型的なありがちなストーリーかと思うんですけれども、やはり旦那さんそういうストレスからですね、軍にいるストレスからやはり、暴力を振るうことになったりして、DV を経験し、そしてそこからまた、プラスアルファ、この失業したということで、経済的にも苦しくなる。非常に状況が悪化していたと。で、そこでその UNFPA のですね、この Women Girls Safe Space、これは女性少女のセーフスペース。特にですね、この特徴は、このシェルターというのは本当に女性しか入れないというシェルターです。で、先ほども少しご説明したかと思うんですが、そこではその DV だけを扱うのではなくて、職業訓練とか総合的なサービスを取り扱ってますので、そこで経済的にですとか、健康面、医療面をですね、カウンセリングを受けながら、サービスを受けながら、彼女は、受益者となり、それでですね、いろいろと変化を、彼女自身が体験したと。So in the end, how did she come about? Well, she feels much more confident now. She is still working with a psychologist provided by UNFPA, but she is able through these women girl safe spaces to find new people, the women she can talk to. She become friends. She's rebuilding her life both socially and economically by having a job. ちょっと、じゃあどうなったのという質問なんですけれども、いまだにカウンセリングを受けている。And by the way, how long has she been going through counseling? Well, it's been a few months now, and it's ongoing. 数ヶ月と。で、彼女はそれでいろいろと自分を立ち直りをしているし、少しずつ自信がついているということなんですが、So if I can just maybe probe a little bit here, a woman like her, so she's 45, she's an internally displaced person, going through counseling, she's a little bit more confident, she has more friends, お友達もできた。Do you think that she can go back to her place? Well, unfortunately now, because of the ongoing war, she's not able, for security reasons, to return to her hometown. But as of now, she is building her life in the new city. She is building her connections. She feels more empowered. And it's really rewarding when you actually meet such people and you see that the assistance that has been provided by UNFPA, including thanks to the support from the government and people of Japan, is really life-saving and changing lives of people for the better. もちろん、まだ彼女はその自分の自分の住居、住んでたところには戻れません。ただ、新しいところに友達も作ったし、いろいろと生活面でも自立して生きているということなので、自信もできているしということでですね、新たな土地で、自分をやり直すっていうことですね。そういうことを仕掛けているということなんですが、because we're pressing time a little bit, what I want to do is deviate a little and then try to go into the wrap up by pursuing this question a little bit and then go naturally into the Q&A, if that's okay. So let's talk a little bit about this lady. Is she still married with this husband that is domestically, hurting her?
まだ旦那さんと一緒ですかということです。Well, they're living separately at the moment, and keeps receiving counseling. So yes, unfortunately, as the war has brought changes to many families of Ukrainians, and the structure of the families has shifted and changed. So yes, at this specific case, they're separate. 今の現状が影響しているということでですね、実はちょっと時間が来ているので、今からちょっと自然にQ&A の方に移らせていただきたいと思うんですが、最後の質問として、このプレゼンのですね、最後としてですね、ちょっと私の方から質問させていただいて、その答えで Q&A に移りましょうか。はい。お入りなさい。So, this lady, she's still separated, she's living away, she has confidence. What is her dream? Like, does she have a hope for this future? I think for many vulnerable women, it's a matter, first of all, to stabilize this state at the very least as a base. And then, based on this, she is able to build her life for future. So she is seeing prospects in the place where she currently resides. She has some friends, she has some social networks. She feels much more, we see that she feels much more confident. She smiles when she speaks about, this friends and new people she meets. So, yes, I think just to rebuild her life, the situation in Ukraine is very, as you know, unstable. So it's hard to dream and plan very long term, but at least for the nearest future, she has hope and she has prospects. そうですね。やっぱり時間がかかると。ただ、やはりもうちょっと自信を取り戻して、やっぱり今、アナスタシアが何度も言うような、その友達フレンズですよね。やはり、周りの中にこの友人がいるとか、頼れる人がいるっていうことはすごく心強いことなので、それを通して数ヶ月でも数年でも、自分としては立ち直りを考えていると。でもそれは多分、彼女だけじゃなくてですね、多くのウクライナの女性がそうなんだと思うということなので、これを機会にですね、はい。はい。じゃあ、最後の最後で Q&A に移られる前に、お帰りなさいとワイヤリさんから、もう一つ、失礼しました。私、ちょっと先ほどもお伝えしたんですけど、すごく緊張したのと、なかなか普段、日本語と英語とロシア語を話しながらプレゼンをする機会がないので、ちょっといろんな、ウクライナの状況を皆さんに伝えたい気持ちと、そういうものがいろいろあると、ちょっと真っ白になってしまいまして、ちょっと退出したんですけれども、大丈夫ですね。すみません。大変失礼しました。改めまして、本日皆さんお越しいただいて、ありがとうございます。ちょっとお話の中にあったかわからないんですけれども、ちょっと寄付のお話をさせていただきたいと思います。UNFPA は引き続き来年に向けて、UNFPA ウクライナは引き続き来年に向けて、いろんな分野で非常に、皆様からの支援が必要となっているんですけれども、実はちょっと今日ご紹介したいことが、ございます。UNFPA ウクライナに初めて物資支援を寄付してくださった会社の社長さんが今日は参加してくださっていまして、私はぜひこの場をお借りして、もしよろしければ、どういった経緯でUNFPA ウクライナに寄付をされていただくことを決意していただいたのかということと、会社についてご紹介いただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。みんな緊張してるんですよ。いろんな意味で。Everybody's so nervous today, no? It's our first time doing this. 岩城と申します。よろしくお願いします。今回、UNFPA さんの、伝えもあってですね、我々のポーランド工場で、生産したですね、防弾チョッキを、プレゼント、寄付させていただきました。で、経緯についてなんですけど、おそらく我々のポーランド工場があるんですけど、
隣の国で起こった、こんなことに対して、おそらく、じっと黙って見ていることっていうのが、できなかった、いうことだと思うんですけど、ポーランドに出てですね、16年いるんですが、その間にですね、かなり大きな経営の危機というのが、何度も訪れたんですけども、その度にね、作ってくれたのは、やっぱり、地域の方たちと、それと、現地の従業員の皆さん、この方たちに、大きく作っていただいたんですけども、その度にですね、いつの間にか、我々の会社の中で、ワンファミリーという言葉がですね、合言葉のようになってきてですね、で、会社だけじゃなくて、地域の皆様、それと従業員の皆さん、それとその家族の皆さんも、家族ということを考えるようになりました。でもちろん我々の従業員というのは、ポーランド人がメインですけど、もちろん日本人もいて、ポーランド人です。で、その中にね、ウクライナの方も、やはりかなりの人数がいたんですよ。で、我々のその会社の皆さんが考えてくれたのはですね、我々の本業とは全く違うんですけど、家族である、ウクライナの従業員の方が、非常にやっぱり苦しんでいるときにですね、何もしないわけはない。家族がやっぱり死んでいるときに、苦しんでいるときに、じっと黙って見てるわけにはいかないということで、それがね、大きな力となって、何かをしないといけないっていう中で、本業とは全く違う、防弾チョッキを、研究して、生産をして、やっと生産して、届ける時になってですね、この1年間、なかなかやはり、どうやって届けていいかっていうことが分からなくて、で、いろんなところを模索していたところ、今回の UNFPA さんの方にですね、ご実装いただいて、やっと、ウクライナに届けることができたということで、非常に我々としては感謝しております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、会場の皆様からのご質問を受ける形で、2人にお話を継続していただきたいと思います。質問のある方、それに手を挙げていただいて、どうぞご発言いただきたいんですが、どうでしょうか。はい、ちょっと待ってくださいね。岡村千恵と申します。私、大量の状況って知らないんですけれども、防弾チョッキが必要なくらいの、ような状況で、防弾ベストは、私たちも危険地エリアという、ウクライナ全部が危険なんですけれども、特に危険とされるエリアに行くときは、私たちの出張の時でも来ています。それから、私たちのプロジェクトで働いてくださっている医療従事者の方、先ほど紹介させていただいた救急車のような形の、車の中で仕事をしてくれている医療従事者の方や、GDP のカウンセリングサービスで働いてくれている方、皆さん、危険地エリアに行って仕事をしてくれているので、彼女たちには常に防弾ベストを着て仕事をしていただくようにしています。はい、失礼いたします。今日は貴重な時間、そして貴重な話ありがとうございました。未来構想会議の益子と言います。私も国会に25年近くやってまいりまして、実は UNP さんとは大変長いお付き合いをさせていただきまして、ありがとうございます。UNPA の中に大事な家族計画というのがあるんですが、今、女性の問題を含めてですね、様々な問題も教えていただきましたけれども、子どもたちに対する様々な影響が出てきていると思うんです。
カップルが子供を作るということも含めて、また今現在ウクライナで生活している子供たちに対するさまざまな影響があると思うんですが、そういうことを少し教えていただければ、やっぱ子供たちが未来のウクライナをしっかりと守って、また発展させていかなければいけない大事なものは宝ですから、その辺のところを少し分かれば教えていただきたいと思います。ありがとうございます。ウクライナの状況などで、私の回答の後にアナスタシアでもちょっとお話をしていただきたいなと思うんですけれども、その前に私がリプロダクティブヘルスのチームにおりますので、私が出張に行ったときに、必ずその出産にまつわる病院に、出産期センターと呼ばれる病院に視察に行くんですけれども、そこでいつも思うところは、特にこの前、オデッサと言われるウクライナ南部に行った時の話なんですけれども、出産に関わる問題の一つとして、その出産は引き続き戦争があってもあるんですけれども、病院の先生たちが非常にお母さんたちがこの戦争の中で子供を産むことに対する不安、そして罪悪感のようなものを抱えていると言います。本当に中には中絶を考えるぐらい思い悩むお母さんたちもたくさんいます。それは戦争が怖いというのももちろんありますし、経済的にこれからちゃんと子供を育てていけるのかという強い不安があります。本当に中絶をしてしまう方も中には残念ながらいるんですけれども、それは決して悪いことではなくて、戦争というこの状況がさせているものだなと思います。一方でそういった話を医療従事者の方とした後に、私たち実際に赤ちゃんが生まれて保育器の中できちんとケアをされている現場にも行ったんですけれども、オデッサには三つ子が生まれた生まれた後の三つ子がケアされているところにも行きまして、非常にコントラストだなと思いました。戦争という中でその三つ子、子供が生まれている非常に希望的な現場にも立ち会って、戦争の中で暗い話も聞けば、新しい命が生まれて、戦争後の社会を作っていく世代がどんどん生まれているという状況も見ています。ちょっとアナスタシアにも話を聞いてみたいと思います。So, Anastasia, he was asking about the situation that it's which is it's 100% is, but then that's kind of what they want to say about how or impact the situation. It's just about of trust. Many others seeking about that portion because of the situation, but at the same time, in friends and truth, that's the way it's how we say it for them. So it's a very just the truth of that. Thank you for the question. So, indeed, while we work mostly with mothers who have very young babies and newborns, and we're happy that also thanks to the government and people in Japan, we're able to support those preterm delivered babies. Just last year, we had 15,000 cases of preterm delivered babies, which is like 30% increase from the same period like last year, from the previous year. And this is quite disturbing statistics, but we're able to provide assistance through mobile incubators, through support with medical equipment, including to intensive care units of maternity hospitals that we work with. ご質問ありがとうございます。アナスタシアは低体重で生まれた子供の現状について話をしてくれたんですけれども、UNFPA として私たち母親、お母さん女性たちとメインで働く中で、戦争の影響を間近で見ます。昨年と比較して、今年は1万5000人の低体重の子供が生まれたんですけれども、昨年比で 30% の増加になります。
これは私の補足説明になるんですけれども、私も医療従事者の方と話すときに、低体重の子が生まれる原因の大きな一つとして、お母さんが抱える強いストレスというものがあります。低体重の子が増えている、つまり戦争によるストレスが非常にお母さんたちに降りかかっているという現状があります。そんな中でも、先ほど私がスライドで紹介させていただいたような、保育器だったりとか、各国からの支援というのが、低体重で生まれた子どもたちを守り、そこで安全に育つ助けになっているという話をアナスタシアがしてくれました。Also, another aspect is that many children, as well as other people of Ukraine, are affected by increased level of violence. Some of them are unfortunately affected by conflict-related sexual violence, and this is specific to the cases on the territories that were under temporary occupation. And we at UNFPA are able to provide assistance to female and male survivors, including children. So this is also a very important aspect of our work and this unfortunate reality in Ukraine. この話に加えて、アナスタシアが戦争に関する性暴力の話もしてくれたんですけれども、私たちが支援を行っている対象の皆さんの中には、戦争に関係した性暴力、それは女性だけではなくて、前線で戦争の中で働いてくれているウクライナ人の兵士たちも含めて、被害者の方がたくさんいます。そういった男性、女性だけではなくて、それに子供も含まれるんですけれども、戦争というのは、そのように男性、女性だけではなくて、子供にも非常に幅広い影響を及ぼしています。And a very last comment, it's not related to children, but to adults and to youth. This is also one of the areas that we as UNFPA are able to support. We provide various forms of skills development, trainings, resilience building initiative for young people across Ukraine. And we also work in the area of comprehensive sexuality education to educate young girls, adults and girls on these aspects, important aspects. 私たちは若者10代後半から20代前半の若者に対しても支援を行っているんですけれども、専門的な知識を若者に持ってもらったり、戦争という非常にストレスのかかる状況下の中で若者にどのようにレジリエンス、ストレス耐性を持って過ごしてもらうか、それから望まない妊娠などを防ぐための総合的な性教育も私たちより多くの若者がそういったものを受け入れるように支援をしています。ありがとうございました。時間の関係で最後一問になりますが、どなたかいらっしゃいますか？はい、ちょっとくださいね。Hi, I'm Anna from Unilever. And first of all, I wanted to say that I'm really glad to hear during these activities in Ukraine. But I have a question about the mobile aid. I'm sorry, I didn't catch the name that you're providing. I'm wondering how do you decide which area to go? Like, do you have any priority areas within Ukraine where you're dispatching, not the first aid, but the car you're going, and also what medical supplies do you run out first of? What's the one thing that you need the most? In terms of supplies. I guess that's my question. Thank you. Thank you for your question. So as I understand you, the question is related to health outreach, health mobile teams.
So we have at the moment 28 mobile teams, including 3 more advanced, like mobile maternity. These mobile teams are part of state regional level hospitals. So this is not something in parallel to the existing health system. This is part of the state system, and doctors and nurses working are like staff of the hospitals. So the decision on which specific like areas or villages to visit is done in consultations with local health department and health authorities. There is a schedule that the residents of the rural areas, people residing in villages, are informed in advance. So they are also able to plan for this visit, to allocate some time and to to get this assistance just where they reside without no need to travel any further. On the supplies, I can say that we have conducted consultations with local health authorities and local hospitals on what are the needs. So we are targeting these specific needs, which are decided on or advised to us by health professionals. And I know Ayari would add a little bit more, but from what we know that is always needed, it's various types of medications and medicines for preterm delivered babies and underweight babies who require assistance of intensive care units. This might be specific like medicines to help develop lungs, which is quite a big problem for babies under 1.5 kilos. She answered most of the questions, but every time I visit the medical facilities, the medical workers always talk about the incubators, the importance of the incubators, and because of the increase the number of the premature babies, but they have the limited incubators in each hospitals. And there are some type of incubators, which is some of them are transportable incubators, which is very, very important in the situation of Ukraine, because sometimes they even have to take these babies to the shelters. So transportable incubators is very important in this situation, just adding to Anastasia's point. Maybe just elaborate a little bit on what is needed in the area of health. One of the new projects and initiatives that we implemented is we are supporting refurbishment and equipment of bunkerized health facilities. So each hospital would have like a bomb shelter where patients, health professionals, babies during the air alarms are transferred to. And quite often they are very poorly equipped and are not like you can only stay there, but you can't provide any medical service. So at the moment, we partner with the government of Ukraine and in Kherson, in the south of Ukraine, this is the city next to the front lines, which is under constant challenge. We are re-equipping and rehabilitating this facility in partnership with the government. And we have similar plans for some other hospitals located in the most affected areas. So this is something that is also very much needed at the moment. 今アナスタシアがご説明したことは私の方からご説明させていただくと、この移動式医療ユニットがどのように各地域に行くかというところは、私たちは各州の医療従事者と決めて、よりニーズが高いところに必ず行くようにしています。他にもいつどこに事前に各地に周知をすることで、地域の人たちにも事前に知ってもらって、診療を受けれない人がいないように、取りこぼしがないようにすることを私たち必ずするようにしています。メディカルサプライ、医療物資がどういった医療物資のニーズが高いかというところなんですけれども、それも地域によって、あるいは病院によってもちろん様々なんですけれども、これも私たち必ず医療従事者の方々とコミュニケーションをとって、
情報に遅れがないようにしています。常にどのような医療器具、医療物資が必要かというのを必ず私たち自身がアップデートするようにしています。で、私が紹介したのが、医療従事者の方とお話をする中で、やはり保育器というのが非常にニーズが高くて、特に保育器もいろいろ種類があるんですけれども、移動ができる、車輪付きの保育器があるんですけれども、それが今ニーズが非常に高くて、というのも、戦争下の中で、お母さん、それからミルク児の子供たちと一緒に、シェルターに避難しなければいけない状況もたくさんあるから、そういった車輪付きの保育器が非常に重要になります。で、私たちも今 UNFPA としている非常に危険地域の中で、地下ですね、シェルターの中に存在する、医療施設を作ろうとしているんですけれども、そういったところで、戦争という現状に対応できるように私たち全力支援をして、届けようとしています。ありがとうございました。それでは皆さん、今日は本当にお忙しい中ご足労いただきありがとうございます。またオンラインの皆様もありがとうございます。そして今日はですね、協力していただいてグローバルコンパクトの皆様にもありがとう感謝しております。短い時間でですね、いろいろな説明をするようにすることは可能ではないんですが、今回、ウクライナ事務所の者が日本に来るというふうに聞いたときですね、これは絶好のチャンスだと皆様にね、どういうような状況かというのを説明できる絶好のチャンスだと思いましたし、私たち皆様のね、ちょっと資金のお話をいたしましたが、皆様からいただいている資金がどういうふうにして使われているのかという一つには、責任を持ってですね、どういうふうにして使われているかという説明を兼ねてさせていただければと思っております。ですので、日本政府からも資金をいただいて、皆様からも資金をいただいています。また、この日本政府から資金をいただいているということは、皆様の税金が使われているということですので、こうやってですね、我々は女性のため、少女のためにいろいろと健康とですね、いろんな健康、メンタルヘルスも含め活動しております。最後に、そういう考えですね、やはりワンファミリーというふうな言葉をおっしゃいましたが、日本でもウクライナ人がいらっしゃいますし、ウクライナにも日本人がいると思います。そういう意味では、隣国にもね、いらっしゃいますので、そういうのは本当にワンファミリーだなと、この世界は本当に小さいんだなということを皆さん感じていらっしゃるかもしれませんので、そういうことも兼ねましてね、今日は皆様にすごく短いんですけれども、直接の経験をご報告させていただきましたので、本当に今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。この後ですね、10分ほどの休憩を挟んで、この後ろのスペースで懇親会ということで、このお二人と直接お話をしていただけますので、ぜひ皆さんお時間がある方はお残りください。ちょっとした飲み物も用意してございます。本日はお二人と皆さんもありがとうございました。オンラインの皆さんありがとうございました。こちらからお手洗いに行きたい方はですね、一回ロビーに出ていただいて、エレベーターホールを通り過ぎたところにですね、お手洗いの表示ございますので、はい、女性はこちら、男性はさらにそこです。はい、10分後に懇親会始めますので、どうぞ朝ご休憩ください。ありがとうございます。オンラインの皆様ありがとうございました。これにて配信を終わらせていただきます。